はい、井上ゼミです。今回はですね、シリーズ対話コミュニケーションからこちらをやりたいと思います。NVC、ジャッカル語とキリン語ということでね、この NVC っていうのはね、ちょっと前にこちら出しましたよね。非暴力コミュニケーションという動画ですね。これをですね、基礎編とね、注目ポイントっていうことで、2回にわたってね、お話ししたんですけれども、この非暴力コミュニケーションっていうのは、英語で言うとノンバイオレントコミュニケーション。で、それを略して NVC っていうふうに呼ぶんですね。なので今回のお話は、この非暴力コミュニケーションのお話の続編ということになるんですよ。で、今回はそのですね、ここではね、基礎的なお話をしてるんですけれども、そこから今回はより日常生活に密着した実践ですよね。実践編、応用編としてですね、今回お話ししたいんですけれども、早速ですね、テキストの紹介いきたいと思います。で、今回扱うテキストはこちらになります。ココさん。これ、ココさんというのは KOKO でココさんね。で、この人の本名だと思うんだけれども、丹羽純子さんっていうね、方、ココさんって書いてありますけれども、このココさん、丹羽純子さんの書かれた、こちらの本ね、親と子供が心でつながるキリン語の子育て NVC 非暴力コミュニケーションワークブックというね、こういった本になります。はい。で、これはですね、この前ね、僕がね、非暴力コミュニケーションのさっきの動画ね、あれを出した、公開したちょうどその時ぐらいかな、に、これがですね、僕ね、いろいろ検索したんですよ。他に本ないかなって。非暴力コミュニケーションのね。で、そうしたらこれがちょうど予約で、もうすぐ出ますよっていうことで Amazon で出てたんで、僕予約注文したんですよ、これを。で、これを買って、すぐに読んだんですね。で、これが今年の2024年4月10日、に第一釣りの発行と初版ですね。ということで、この本が出たんで、もう僕の中でもね、非暴力コミュニケーションが非常にホットなテーマになっているところだったんで、これ読んだんですよ。もうすぐ届いて読んで、そうしたら、これはもう紹介するしかないなっていう本だったんですよ。内容がめちゃくちゃ大事で、本当に面白いなと思ったんで、だからね、今回もね、こんな感じで、もう付箋だらけになってるわけですよ。ね、こんな感じで。付箋もね、僕最後に注目ポイントとかね、基礎編のね、ところで扱うのをどこにしようかっていうことで、読んだ後に僕付箋を貼ってですね、で、このね、ホワイトボードのレイアウトに使うんですけれども、もう本当にね、着目したいポイントがたくさんありまして、非常に面白かった本なんですけれども、今回はね、こちらをテキストにしたいと思います。で、ちなみにね、言っておくと、前回扱った本はこちらになりますね。この2冊ね、NVC、人と人との関係に命を吹き込む方っていう新版と、これマーシャル・ローゼンバーグさんの翻訳ね。で、もう一個マーシャル・ローゼンバーグさんの翻訳で、分かり合えないを超えるというね、こちらですね。はい。で、この2冊は、NVC、非暴力コミュニケーションって何かっていうことを理解する上では必読だなと思います。で、さらにそこに加えて、じゃあ私たちの特に、日本人ですかね。日本人の人間関係のコミュニケーションね。で、そういった中でね、日常生活どういうふうに一歩踏み出していったらいいかっていうことでね、これは特に親子関係を扱ったね、そういったテーマの本なんだけれども、これは非常にわかりやすいと思ったんですよ。で、ちなみにね、これどういうふうな本かっていうことをね、ざっくり言いますと、今言ったように非常にわかりやすいんですね。非常にわかりやすくて、私たちの日常の自分事として考えられるっていうような本なんですよ。で、これはね、今言ったように子育て関係をテーマにしている本なんですよ。親子関係でどういうふうなコミュニケーションを取ったらいいかなっていうね、それを題材としてるんですけれども、それだけじゃ僕ないと思うんですよ。これを読んだ時に、これは全ての人間関係で実践しやすいなっていうふうに思ったんですね。だからこれは子供と大人とか子供と親っていう関係に限らないんですよ。もうこれは大人同士でも、もういろんなところであらゆる人間関係で、この実践の仕方、めちゃくちゃ参考になるんですよ。そう、なのでね、これはもう絶対これはもう一回非暴力コミュニケーションの動画作ったけど、これはこれでやっぱり扱いたいなって思ったんで、なのでこのね、まだ自分の中で熱い時期にですね、これもちょっとね、紹介しておこうということで、今回このお話をするんですね。ということでね、今回もね、面白い話盛りだくさんなんですけれども、今回も基礎編と注目ポイントね、この2つに分けてお話ししていきたいと思います。はい。ということでね、早速いきますけれども、まずはですね、基礎編ということで、今回のね、さっきも言いましたけども、このタイトルにキリン語って出てるでしょ。
で、これがね、やっぱりね、今回非常に分かりやすくさせているね、一つの、ワードだと思うんですけれども、基礎編ではね、ジャッカル語とキリン語っていうお話をしたいと思います。で、これはね、もう今回のお話の基礎になる、基本になるところなので、ぜひね、このジャッカル語とキリン語っていうのを覚えてほしいんですよ。で、このね、ちょっとお話をジャッカル語から始めるんだけど、まずその前にね、このジャッカルとキリンっていうのは、これは動物なんですよね。いますよね、動物でジャッカルとキリンってね。で、言ったらね、これジャッカルの方は暴力的なコミュニケーションの方なんですよ。で、キリンの方が非暴力的なコミュニケーションの、それぞれ比喩なんだけど、代表としてその動物になぞらえてるわけですね。で、ここで一つ注意しなきゃいけないのは、これなぞらえてるからといって、キリンの方が正しくていいやつで、ジャッカルが正しくない悪者だっていうことじゃないってことね。このリアルな動物としてはね、リアルなキリンとか、ジャッカルっていうこの動物自体にはいいも悪いもないですからね。ここはですね、間違えないように抑えてほしいと思います。じゃないと、これね、ジャッカルの話とキリンの話をしたときに、ジャッカルは悪者だみたいな形で、動物のジャッカルにそういう眼差しを送るっていうことになりかねないので、そうじゃないってことね。あくまで分かりやすい事例として動物に例えてますよ、なぞらえて、イメージとしてね、分かりやすくしてますよっていう話ですからね。はい。これを踏まえた上でね、今回聞いていただきたいと思います。で、早速ね、入りますけれども、このジャッカル語から入りましょう。ジャッカル語っていうのは何かっていうと、今も言ったように、これはこれまでの暴力的なコミュニケーションですね。暴力的なコミュニケーションから作り出される言葉だということなんですよ。それをジャッカル語ってここでは呼んでるんですよ。で、この暴力的なコミュニケーションっていうのはどういった特徴を持つかっていうと、これはね、敵を作ることなんですね。敵を作るようなコミュニケーションが暴力的なコミュニケーション、ジャッカル語ということなんですよ。で、もう一個ね、特徴があって、それは何かっていうと、どっちが正しいかゲームだということなんですね。暴力的なコミュニケーションはどっちが正しいかっていうことを、言ったらこの争い合うっていうような、そういったゲーム、そういったやりとり、それがジャッカル語、暴力的なコミュニケーションっていうことになるんですよ。で、これはね、私たちはもう基本的にはこっちの暴力的なコミュニケーションでずっとジャッカル語で話しているので、これがね、もうめちゃくちゃ得意なんですよ。私たちって。もう本当に敵を作ることとか、どっちが正しいかをずっとやり合うっていうゲームがめっちゃ得意だということね。私たちはね。で、これはね、例えばどういうことかというと、誰が悪いとかね、こいつが悪いとかあいつが悪いとかね、あるいはこれはおかしいとかあれはおかしいというふうに決めつけて、そしてこう正すべきだとコントロールしようとするというね、こういったことをやるのが、敵を作ることであり、どっちが正しいかゲームをやる暴力的なコミュニケーションだということなんですね。で、これはですね、前回のね、前の非暴力コミュニケーションの話でも言ったけど、古いプログラミングなんですよ。こっちの暴力的なコミュニケーションっていうのは古いプログラミングね。で、こっちは二項対立や分断をベースにした考え方なんですね。だから例えば、正しい間違っているっていうのね。これも二項対立ですよね。正しいか間違っている。あるいは持っているか持っていないかっていうね。所有しているかしてないかみたいなね。こういったものだとか、あるいはできるできないね。これも二項対立だし、あと勝ち組負け組ね。これも二項対立ですよね。勝ち負けね。こういった考え方であるとか、あるいは親子ね。親と子供。それから教師と生徒。それから上司と部下っていうね。こういう上下関係ね。こういったものも二項対立なんですよね。だからこういった二項対立や分断をベースにした古いプログラミング、こういった考え方をするのが暴力的なコミュニケーションということで、そういった言葉、コミュニケーションの時に出てくる言葉をジャッカル語っていうふうに呼んでるわけですね。で、このね、ジャッカル語にはですね、特徴がいくつかありまして、それをちょっとお話ししていきたいんだけれども、まずはですね、こういった特徴があります。不安で神経質ですぐに噛みついてくるっていうね。すぐに噛みついてくるっていうところが、ジャッカルに例えられるゆえんなんですよね。非常に凶暴ですぐにこう噛みついてくるみたいなね。こういったことなんですよ。で、それは不安で神経質。だからすぐに噛みついてくるということなんですよ。で、それから特徴の二つ目。気に入らないことがあると攻撃したり、批判したり、自己防衛を図ったりするということなんですね。で、それから特徴の三つ目はこれですね。頭でっかちで誰かを責めたりいらぬ世話を焼いたりするということですね。この辺もね、結局思考優位っていうところを言ってると思うんだけど、これもね、あると思いますね。
で、それから特徴の4つ目。相手を変えようとしたり、支配したり、罰を与えたりするということでね、これもね、今、かなり見られてると思いますね。で、それから次、特徴の5つ目、これですね。犯人探しが大得意ということでね、さっきね、どっちが正しいかゲームとかね、敵を作ることがね、めちゃくちゃ得意だって話をしましたけど、この犯人探しもめっちゃ得意なんですね。で、このね、犯人探しの話はね、後で出てくるんで、そこでね、少し詳しく話したいと思います。で、これを踏まえてのポイントなんだけれども、ここでのポイントはこういうことね。実はジャッカル語を話す人っていうのは、自分をどう表現していいか分からずに、つい乱暴な態度をとってしまう、怯えている動物であるということなんですね。だからこれがね、ジャッカルっていうことなんだけれども、ジャッカル語を話す人をジャッカルというふうに呼んでるんだけど、ジャッカルはね、自分をどう表現していいかっていうことが本当は分かってないわけね。分かってないことにも本人も気づいてないんだけど、分かってなくてついつい乱暴な態度をとってしまうんですよ。だから本当は怯えている動物だということなんですね。なのでね、これもね、ポイントとして押さえてほしいんだけれども、これを踏まえてですね、ジャッカルも、キリンもそうなんだけど、これって、自分に投げかける内向きのジャッカル語と、外側の誰か相手に、この話しかける時のジャッカル語っていうこの2つがあるんですよ。で、まずはね、内向きジャッカル。ここからのお話ししたいんだけど、内向きジャッカルっていうのは、自分に暴力的な言葉をかけるっていうことね。これを内向きジャッカルと言ってます。で、これはですね、例えば自分自身を責めるとか、けなすとか、批判するっていうことね。全部自分が自分に向けて発している言葉なんですよ。で、これは例えばですね、私が悪いとかね、何かあった時にね、何か問題が起こった時に、私が悪いんだとか、私なんてどうせとかね、あるいはダメな母親だとかね、今回親子関係の話なんで、ダメな母親なんだ私はとかね、あるいは頑張ったって無理とかね、もう鼻から無理っていうふうに頑張ったってどうせ無理だよとかね、これもどうせですよね。で、あるいは母親だから〇〇すべきとかね、このね、母親にはね、このべきがたくさんあるわけですよね。もうべき、こうすべき、ああすべきみたいなね。子供に対してこう言うべきとかね。べきもたくさんあって、それでパンパンになってるわけね。頭の中はね。だからそういった形で自分自身を責めて、けなして批判するというね。こういったことをやる、つまり自分自身に暴力的な言葉をかけるのを内向きジャッカルというふうに呼んでるんですよ。で、それに対してじゃあ外向きジャッカルはどうかというと、こっちはですね、他の人に暴力的な言葉をかけるっていうことなのね。だから今度は相手を責めるとか、相手をけなす、相手を批判するっていうことをやるんですよ。だからこれは例えば、あなたが悪いとかね、お前が悪いんだとか言いますよね。あなたが悪いとか、〇〇すべきだって、お前はこうすべきだとかね、あなたはこうするべきだとか、そういったことを言ったり、あるいは大したことじゃないとかね、そんなこと大したことじゃないよとか、あるいはどうせ〇〇だろうとかね、そんなのどうせ〇〇に決まってるだろうみたいなね、ことだとか、あるいはもういい加減にしてっていうね、ちょっともうイライラが限界に達して、もういい加減にしてみたいなことだったり、あるいはですね、何回言ったらわかるのとかね、この辺は子供に叱りつけてる親御さんの言葉からよく出てきますね。もういい加減にしなさい。何回言ったらわかるのね。この辺。で、この辺はね、もう僕は聞くだけでね、もう気分が悪くなっちゃいますけれども、これはね、もうずっと言ってる親ね、いますね、これね。そう。で、これはね、何をやってるかっていうとね、誰かや何かがおかしいセンサーを発動させて、心に敵を作る暴力のパターンね。これをやってるってことなんですよ。で、このね、僕は表現がいいと思いますね。まさにそうですよね。誰かや何かがおかしいセンサーね。もうこのセンサーがもうなんか取り付いてるみたいになってて、それがすぐに発動するんですよ。すぐにスイッチオンになって、そして心に敵を作るっていうね。こういった暴力に、そのモードがすぐに作動するんですよね。もうすぐにスイッチがオンになって、暴力を振るうと、外向きジャッカルはね、外側に暴力を振るって、で、外向きジャッカルは、内向きジャッカルとこれセットなんですよ。だから両方やってるんですよね、結局はね。そう、そういうふうにして自分にも相手にも内側にも外側にも暴力を撒き散らすと、暴力を振るうようなパターンね。それがジャッカル語なんですよ。なので、これ特に外向きジャッカルの場合っていうのは、他者を支配しようとする力であるとか、圧力をかける服従の関係に持ち込みやすいんですよ。
そっちに持っていくわけね。だからこの関係のことをパワーオーバーというふうに言ってるんですね。パワーオーバー。で、これは上から目線のコミュニケーションなんですよ。上から目線。だから今回のね、こちらの本というのは事例も親子関係の事例がね、非常に多いんですけれども、親子関係で例えばこういうふうなことを言ったりするんですよね。親の方が子供より偉いのだから、親や大人の言うことや考えに子供が従うのは当然であるとかね。こういうふうな考え方を持っていてね、かつ具体的にこれをね、言葉に出すっていう人もいるでしょうし、あるいは、親が上で子供が下とかね。もうさっき言いましたよね、上下関係ね。上下関係を、親とこの関係の中で、上下関係という、図式を作り出すというね。そして、支配しようとするとか、コントロールしようとするって形で子供を服従させるというね、こういった関係に持ち込むわけですよね。なので、こういったジャッカル語を使う親っていうのは、子供を自分の思い通りにさせようとするわけですね。そして、親の意見や価値観を押し付けようとするわけですよね。で、それに加えてですね、非常に期待が強すぎるっていうこともあるんですよね。つまり、こんな子供に育ってほしいっていうね、親の身勝手な期待ですよ。親の身勝手な期待も強すぎちゃうと、こういった暴力をだんだんこのね、子供に対してやっていくということになるわけですよね。で、ここでのお話でちょっと注意したいことがあって、それは何かというと、褒めるとかアドバイスをするとか励ますっていうことね、こういったことは上から目線だっていうことなんですよ。僕らね、結構褒めたり、何か相談事された時に、褒めたり、アドバイスしたり、あるいは励ましたりするっていうことを、良かれと思ってやってません？結構多いですよね。良かれと思ってやること多いですよね。で、これはですね、なんで上から目線っていうことが言われてるかというと、これね、パワーオーバーになりかねないんですね。さっき言いましたね、パワーオーバーね。他者を支配しようとする力とか、圧力をかける服従の関係になりかねないんですよ。だから褒める、アドバイス、励ましっていうこの3つは注意しないといけないっていうことなのね。なのでね、このね、褒める、アドバイス、励ましっていうことをもしやるのであれば、その時はどういう時かというと、子供がそれを欲している時なんですよ。子供がそれを欲していれば、共感的なつながりの後にそれを与えましょうということになるわけですね。つまり、共感的なつながりっていうのは後で見ますけれども、共感的なつながりをした後に、そのコミュニケーションをした後に、褒めるとかアドバイスとか励ますっていうことを、もし子供がそれを欲しているんだったらやってもいいですよっていうことなのね。ということで、今見てきたものがジャッカル語の中身ということになるんですけれども、ここで押さえておきたいことは何かというと、多くの人は普段ジャッカル語を話しているということなんですよ。だからもう私たちはもうほとんど全員と言ってもいいでしょうね。ほとんど全ての人がジャッカル語を話しているわけですよ。で、しかもそれは流暢なジャッカル語ね。基本的にはこっちのジャッカル語、暴力的なコミュニケーションの方がもう僕らずっとやりまくっていて、もうめちゃくちゃ得意になってるんですよ。もう大得意なんですね。こっちがね。得意でもうなりきってるんで、そのジャッカル語もね、流暢になってるわけですよ。だからそれっていうのは、ジャッカル語であるということがある意味見抜きにくいということでもあるんですよね。流暢になりすぎててね。で、なんでね、私たちはそういった形でジャッカル語を話しているかと言いますと、それは心に敵を作る考え方やコミュニケーションしか学んでこなかったからなんですね。私たちはね。なので、親子関係とか学校とか職場ではパワーオーバーがまかり通っているということなんですよ。だからこれはもうほとんど包囲されてますね。家にいればもう親子関係でしょ。で、学校に行けばさっきもね、上下関係で出ましたけど、もう教師と生徒っていうね、こっちでやられるし、で、職場では上司と部下というね、こういった形で、もうほとんどどこ行ってもですね、どこ行ってももうジャッカル語がまかり通ってるわけですよ。しかもこれが良かれと、正しいものだということでまかり通ってるわけですね。こういったことね。そう、だからもうすごいたちが悪いですね。そう、私たちは心に敵を作るなんていうことしか学んでこなかったわけですよ。だから、ジャッカル語しか知らないですね。そう、ジャッカル語しか知らないので、もうここだけで行くと、もうどうしようもないわけですよ。だってこれしかないんだから、これしか僕らの中にはインストール、インプットされてないんだから、他のものが出ようはずがないんですよ。そう、だからこのジャッカル語がこうだというところを理解しただけでは、じゃあどうしたらいいのって結局ジャッカル語が出るしかないので、なのでここで私たちはジャッカル語ではないね、言葉、それがキリン語ってことになるんだけれども、キリン語をインストール、インプットして、それをね、実践においてコミュニケーションの中でね、出していくというね、これが大事になるということなんですよ。
そう、ということでね、今ジャッカル語を見ましたけれども、次はですね、キリン語ですね。じゃあキリン語ってどういうふうなものなのっていうね、そういったお話に入っていきたいと思います。はい。ということでね、次はですね、キリン語ですね。これを見ていきたいと思います。で、キリン語というのはですね、これからの非暴力コミュニケーション、ね、このコミュニケーション、非暴力コミュニケーションで使う言葉だということなんですよ。で、このね、非暴力コミュニケーションっていうのはね、どういったものかというと、心に敵がまずいないことね。心に敵がいない。だからさっきのジャッカルは心に敵を作るっていうようなコミュニケーションだったんですよ。で、それに対して非暴力コミュニケーションのキリン語の方は心に敵がいないことなんですね。で、これは言い換えると、自分や他の人に対して責める感情や態度というものがないということ。そして誰も悪者扱いしないということなんですね。だからこれがね、ジャッカルと全然違うわけですよね。ジャッカルは他の人を責めたり批判したりね、けなしたりするし、誰かを悪者扱いしたりしますよね。でもそういったことをしないんですよ。だから心に敵がいないっていうことね。で、もう一つは、こっちはね、どっちも正しいゲームなんですよ。どっちも正しいゲーム。だからこれね、誰のせいにもしないし、心に敵を作らない。そしてみんなが認め合ってつながりを感じながら生きられる世界ね。こういった世界が実現していくのが非暴力コミュニケーションであるキリン語なんですよね。だからこれもそうですよね。どっちが正しいかっていうことの正しさのやり合いですよね。これがジャッカル語ですから。そう。でもこっちは違う。どっちも正しいんだっていうゲームなんですよ。これがキリン語の非暴力コミュニケーションね。で、このキリン語のね、まずは特徴を見ていきたいんだけれども、まず一つ目はこれです。物事を高い視点から見渡すということで、これがやっぱりキリンに例えられるね、一つの特徴だと思うんだけど、キリンって首めっちゃ長いでしょ？で、結構高いところから物事を見てるわけですよね。だからそういったところとね、重なるっていうことで、物事を高い視点から見渡すことができるという特徴があります。で、特徴の二つ目はですね、おっとりしているということで、これもキリンをイメージしやすいかなと思うんですけれども、そういった特徴もあります。で、それから、心に敵を作らず、誰も責めず、大きなハートでやり取りするということも言われてまして、で、これね、キリンの心臓がですね、割と大きいということが言われていて、そこと重ねてですね、大きなハートでやり取りするというね、こういったことも言われています。で、それから他の特徴としては、調和や平穏を望むというね、こういった特徴もあるということで、なんとなくジャッカルに対してのこちらがキリンの特徴としてね、結構イメージしやすいかなと思います。はい。ということでね、こういった特徴があると。で、キリンもですね、ジャッカルと同じように、内向きの自分に対して投げかける言葉と、外向きの言葉っていうのがあるんですよ。で、まずはね、内向きキリンから見たいんですけれども、これは自分に非暴力の言葉をかけるというね、そういった言葉で、つまりですね、これは自分自身に共感するということ、つまり自己共感ですね。自分に共感するということね。で、これは例えば自分自身にですよ。自分が自分自身に、あ、そうなんだねとか、〇〇が大事なんだよねとか、〇〇な感じがするんだねっていうふうに、自分で自分に共感するということね。これが内向きキリンなんですよ。で、外向きキリンね。割とこっちがね、主題化されると思うんだけれども、外向きキリンは他の人に非暴力の言葉をかけるということなんですね。つまりこっちはですね、相手に共感するということ。だからこっちは他者共感というふうに呼ばれてるんですけれども、他者に共感するということね。で、これは例えばですね、これはね、結局自己共感を他者にもやるので、他者に対して、相手に対して、あ、そうなんだねとか、それが大事だと思ってるんだねとか、そういうふうな感じがするんだねっていうふうに他者に共感するということね。で、それに加えてですね、こういったこともね、他者共感に入るんですよ。ただそこにいるとかね。ただ寄り添ってただそこにいるだけ。あるいは、うなずくっていうことね。これらは言葉ではないけれども、めちゃくちゃ大事なキリンの態度なんですね。こういった態度ね。だから、この外向きキリンのコミュニケーションっていうのは、他者とつながろうとする力であるとか、力を共有する対等な関係なんですね。なので、こっちはジャッカルのパワーオーバーに対して、パワーウィズというふうに呼んでます。パワーウィズ。で、これは、上から目線じゃなくて、同じ目線でのコミュニケーションということになるんですよ。だからこっちでは年齢や立場に関係なくみんなが等しく持っている命の力に寄り添おうということが言われてるんですね。
で、ここでね、親子関係において特にそうだと思うんだけど、ここで気をつけたいことはね、こういったキリン語をね、学んでいくとですね、それって子供の思い通りにさせることなのとか、甘やかすことにならないのとか、あるいは放任するっていうことにならないのっていうような、心配をされる方がいらっしゃるそうなんですけれども、そういうことではないんですよ。ね、子供の思い通りにさせることなのか、それはとかね、甘やかすことなのか、放任することなのかといえばそうじゃないんですよ。じゃあ、このね、キリン語っていうのは何をやることかっていうと、私も大切、そしてあなたも同じくらい大切だよっていう姿勢で向き合うことなんですよ。で、そしてそれぞれの大切にしていることにつながりながら会話をしていくということなんですね。それがキリン語なんですよ。で、ここでね、一つポイントがあるんだけれども、それは何かっていうと、命を守るためには〇〇しちゃダメと力の行使が必要な時もあるってことで、だから例えば車道にね、走り出る子供を力ずくで止めるとかね、もうその時は力ずくで止めるという力の行使はこれは必要なんですよ。そう、だからいざっていうね、子供の命に危険があるというね、だっていつ車来るか分かんないからね、飛び出す時ね、危ないとかって言って制するっていうこの力ですよね。危ないっていうふうに止める、力ずくで止めるっていう時にはこういったパワーの使い方は OK なんですよ。そう、だからそのことと暴力的な力の行使っていうことを一緒にしないことですね。ここは一つポイントになると思います。はい。で、さらにですね、このキリン語の話で面白かったのはここなんですよ。人間は本来キリン語を得意とする脳を備えているということね。なので、長らく使っていなかった母国語を思い出せばいいだけだということなんですね。そう、だからこれはね、基本的には僕らはね、もうジャッカル語でずっと教えられてくるんで、それが幼少期から身についてるわけですよ。だけど、もともと生まれ持ってきたものはキリン語の方だということね。つまり非暴力的なコミュニケーションの方で他者と関わるということ自体の方を持って生まれてきているわけですね。なので私たちは言ったらそれが母国語ですからね。だから母国語をどんだけ使ってなかったんだっていう話なんだけど、だからこそこのキリン語が第二外国語みたいなことになってて、ジャッカル語の方が母国語みたいなことにね、思わされているところもあると思うんだけど、そうなっちゃってるから、そう、でもそうじゃないってことね。キリン語の方が母国語だということなんですね。そう、だからそれを私たちは思い出せばいいだけだということなんですよ。だからこれはね、ハラスメントのね、お話のところでやった魂に似てますよね。自分のね、この内から湧き出るエネルギーと言ってもいいんだけど、この一番中心にある核ね、魂ですよね。この魂ってずっとそれって命の躍動と一緒で出続けてるわけですよね、内側からね。そう、だからこれがここで言ってるところの非暴力コミュニケーション、あるいは愛と言ってもいいんだけどね、それをね、愛という存在とかって言ってもいいんだけど、非暴力コミュニケーション、キリン語ね、これが大元の核にあるということなんですね。そう、だから核にあるにもかかわらず僕らはそれを使わずにずっとジャッカル語っていう言葉を使ってきたから、そっちが母国語みたいにね、思っているっていうだけのことだよということのお話が載っていて、これはめっちゃ面白かったですね。めちゃくちゃ面白かった。あ、そうなんだと。ね。思い出すっていうのは基本的には自分の心に素直になるとかね、あるいは自分の気持ちを大切にするとか、思いやりを持つっていうね、そういったことだと思うんだけど、これがめちゃくちゃ大切になるし、私たちは、皆さんね、それぞれにそれを持ってるってことね、生まれながらにしてね、こういうことなんですよ。ということで今ですね、ジャッカル語とキリン語ね、これを見てきたんですけれども、もう全然違うでしょ。もう特徴とかね、この自分に向けても外側に向けても発する言葉が全然違うんですよね。そう、なのでまずはですね、このジャッカル語とキリン語、それぞれがどういうものなのかというね、それをここで理解してほしいと思います。で、これをね、理解してもらった上で、押さえてもらった上で、次ね、ちょっとね、こちらのね、トピックもお話ししたいんだけど、犯人探しから宝探しの世界へということで、これは言ったらジャッカル語からキリン語へと、暴力的なコミュニケーションから非暴力コミュニケーションへというね、そういうふうなことで対応させていただいていいんですけれども、もう私たちはこれからは犯人探しをするんじゃなくて宝探しをしましょうっていうことを言ってるんですね。で、じゃあこれどういうお話なのっていうことでちょっとお話ししていきたいんだけど、これ例えばね、嫌なことがあった時の2つのパターンということで、犯人探しのパターンが出るか、宝探しのパターンが出るかということでね、これが非常に分かりやすかったんで、ここでお話ししたいんだけど、まずね、1つ目のパターンは犯人探しのパターンね。で、これは私たちのこれまでのパターンなんですよ。つまり、
誰かのせいにする思考パターンなんですね。で、これは犯人探しの世界だということ。そして私たちはこの犯人探しをする世界がめちゃくちゃ得意だと。もう大得意なんですね。こっちがね。そう。だから、誰がどう間違っているかとか、感情の原因を探して責めるんですね。だから自分が例えばイライラしたら、私をイライラさせたのはお前が原因だとかね。お前のその言動が私を怒らせたんだとかイライラさせたんだみたいな形で言うわけですよね。そう。だからジャッカル語がこっちは得意なんですよ。で、これはね、例えば外向きジャッカルだったら相手を責めるっていうことね。あなたが〇〇だからっていう形で相手を責める。で、内向きジャッカルだったら自分を責めるんですよ。私がダメな親だからっていうことで。また自分もジャッカルでトゲを刺すっていうね。刺しまくるわけですよね。鋭いナイフでね。こういったこと。だから、こっちの犯人探しをやっていくと、相手との関係もますます対立していくということなんですよ。で、これが一つ目のパターンね。で、嫌なことがあった時のもう一つのパターンは何かっていうと、それが宝探しのパターンなんですよ。で、これはこれからの非暴力的なコミュニケーションのパターンなんですよ。で、こっちは何が大切かとか、感情の大元のニーズとつながるということね。で、このね、ニーズっていうのは、前回のね、非暴力コミュニケーションのところでも出てきたけど、必要としていることだったり、大切にしていることとかね、そういったことをニーズっていうふうに言ってるんだけれども、感情の大元にあるニーズとつながるっていうことをやるんですね。だからこっちは宝探しは、キリン語が得意なんですよ。で、これは具体的には外向きのキリンだったら、相手の大切なことにつながろうとするわけね。だから、あなたの〇〇というニーズも大事だよっていうふうな姿勢でコミュニケーションをするわけですね。で、内向きキリンの場合は、自分の大切なことにつながるんですよ。だから、私には〇〇というニーズが大事だよっていう形でね、自分のニーズともつながるっていうこと。だからどっちともつながるんですよ。どっちの大切にしていることともつながるのがキリン語だということ。で、それが宝探しだっていうことなんですよ。だからこの宝探しっていうのは、ニーズを探すってことね。ニーズ。その人の大元には必ずニーズがあるんですよ。で、自分の中にもある。で、それをちゃんと探して理解し合いましょうっていうことなんですね。これが宝探しの意味なんですよ。そう。で、こういったコミュニケーションのパターンを取っていくと、平和への大きな一歩になるということなんですね。で、このね、宝探しの時は、キリン語なんだけど、キリン語で、一つ気をつけなければならない、大切な点があるんだけれども、それは何かっていうと、相手に伝える時に、責めるエネルギーが微塵もないかということが大切だっていうことなんですよ。相手を責めるエネルギー、相手を責める気持ちがこれっぽっちもないかということね。これをよくよく自分に問いただしてみるっていうことですよね。そう。で、そこで相手のせいにしたり、相手を変えようとしたり、相手に何かを強制しようとしたりしてないかっていうね、これをチェックするっていうことですよね。で、だからこれね、怒った顔をして、そして強い口調で伝えるキリン語は見せかけのキリン語であるということを言ってるんですね。だから、それはそうですよね。基本的には、さっきも出ましたよね。キリン語って、あるいは非暴力コミュニケーションっていうのは、ただ言葉だけじゃないんですよ。さっきは、ただそこにいるとか、うなずくっていうことが出てきたけど、姿勢とか態度も必要なんですよ。そこも関わってくるめっちゃ大事な要素なんですよ。で、それに加えて、その言葉を発する時の口調とか表情ね、これもめちゃくちゃ大事なんですよ。そう。で、これはそうですよね。当たり前ですよね。だってその怒った顔して強い口調で、このキリン語を話されても、全然キリンじゃないでしょ、それっていうね。もうなんか内側に実は、このキリンの皮をかぶってるだけで、実はその内側にはジャッカルが見え隠れしてるみたいな感じですからね。もう鋭い形相のこんな感じですよ。ね。キリンのこう穏やかみたいな、もうそのなんか面が剥がれかかってますよね。だって元々がジャッカルなんだからね。これってね。そう。だからもうジャッカルはこう見え隠れしてる。怖って感じですよね。めちゃくちゃ怖いですよね。こんなので言われても、こっち心を開けませんよね。絶対ぐさってやられますからね。こんなことだったらね。そう。で、これはね、見せかけのキリン語ということでね。これはわかるわけですよ。相手の表情とか口調を見ればね。そう、わかるんで、ここは一つ気をつけたいとこですよね。そう。だからそれっていうのは、自分の中にやっぱり責めるエネルギー、相手を責めるっていうジャッカルの部分が微塵でも残ってたら、これっぽっちでも残っていたら、それって見せかけのキリン語になっちゃいますからね。そう。だからここはよくよく点検する必要があると思います。はい。で、さらにここで気をつけたいことは、自分が、これから見ていくけど、前回見たような、リクエストとかね、リクエストを自分がした時とかが特にそうだと思うんだけど、
ニーズがすぐに叶うことを期待したり、結果に執着しないことね。だからこれってすぐにね、自分の期待通りの答えが返ってくるとは限らないわけですよ。そう。だからその時に、結果に執着しないことですね。だから相手からノーっていうね、否定的な、自分のリクエストが否定されるっていう否定的な返答が返ってきたら、逆に何にイエスと言っているのかを宝探ししましょうということなんですよ。だから相手の中にはニーズ、つまりイエスっていうものが何かあるんですよ。そう。だから否定してきてるっていうことはその裏に、その奥にイエスがあるってことね。で、それがここで言ってるニーズなんですよ。感情の大元にあるニーズね。これを見つけましょう。それが宝探しなんですね。こういったこと。ね。だからこれ、キリンゴっていうことで相手と関わるっていうことになると、面白くなってくるんですよね。犯人探しはやらないんですよ。やらなくて逆に宝探しをするようになるというね。この表現も僕好きですね。宝探しっていう、これは分かりやすいと思いますよ。一方は犯人探しのジャッカル。で、もう一方は宝探しのキリンっていうね。宝探しのキリンになりたいですね。ね、これは皆さんでそうなっていって、そのコミュニケーションをやりたいですね。これは楽しいと思いますよ。ね。楽しいし、穏やかだし、さっき出てきたっけ、キリン語のところで、そう、調和とか平穏ね。こういった世界が開けてくるし、平和への大きな一歩になりますからね。そう、これは素晴らしい世界ですよ。ね。ワクワクしますね。僕も今話しててワクワクしますもん。めちゃくちゃ楽しいですよ、こっちの世界ってね。そう、逆にもうこっちの犯人探しはもうやりたくないですよね。もうお腹いっぱいというか、もういいですよ、それっていうね。本当にそれです。だってこれで言ったら、世界を全然面白くしませんからね。全然楽しくならないですよね、こっちはね。はい。ということでね、犯人探しから宝探しの世界へということでね、ここでもね、ジャッカルとキリンということでね、この対応をさせればね、非常に理解しやすいと思います。はい。ということでですね、今ですね、ジャッカルとキリンでどういうふうに違うかということでね、見てきたんですけれども、ここではね、もう一つですね、ジャッカルとキリンでどう違うかっていうね、そういったお話をしていきたいと思います。はい。ということでね、もう一つの事例ね、ジャッカルとキリンを比較したね、事例のお話から入りたいんだけれども、それがこれね、床に物が散らかっている子供の部屋を見たときということで、親御さんがね、子供の散らかっている部屋を見たときに、どういうふうなコミュニケーションを取るかということで、ジャッカルの場合とキリンの場合で、これが全然違うわけですよ。で、まずはね、ジャッカルの場合を見たいと思います。で、ジャッカルの場合はね、もういろいろすごいですよ。まずはですね、とっさに決めつけて汚いっていうふうに言うっていうね、この子供の部屋をガチャって開けた時にね、ガチャって開けた時に、もうそれを見て、もうとっさに決めつけて汚いっていうね、基本的には汚いっていうのは評価であって決めつけですからね、もう汚いっていうふうになって、で、そしてすぐに犯人探しをすると。つまり、本当悪い子っていうふうなね、決めつけをして、そして、あるいはね、それが外向きのジャッカルね。で、内向きジャッカルだと、私の子育ての仕方が悪いっていうふうに自己批判するんですね。こういうふうにして犯人探しをするわけですよ。そう。で、その後ね、どういうふうに言うかっていうと、子供に早く片付けなさいっていうふうに強要命令するんですね。これはもうやってる人たくさんいませんか、これ。ね、ジャッカル語だからね、これ。そう、これをもうやりまくってると言っても過言じゃないんじゃないですか。もうほとんどの親御さん、特にね、お母さんやってると思いますね、これね。そう。で、そういうふうに早く片付けなさいって言うと、子供は何て言うかっていうと、片付いてるもんっていうね、こういうふうに言ったりする。つまりこれって反抗してやらないっていう態度ですね。で、あるいはすぐ片付けるから許してっていうふうに恐れから行動するというね。だから基本的には強要命令で恐れを焚き付けさせるわけですよね。で、恐れで動かすっていうね、子供をね、コントロールして動かそうとするわけですよね。こういったことをやるわけですよ。で、この今見た一連のやりとりね、これ何やってるかっていうとね、これってやらせる、やらされるという、つまり服従や支配をベースとするストレスのある関係なんですね。だからね、こんなことやってたらめちゃくちゃストレスなんですよ。ね、親もそうだし子供もね、両方でストレスを溜めまくるという関係なんですよね。だからこのやらせる、やらされる、もうこれはもうめちゃくちゃあるんじゃない？で、服従と支配をベースとするわけでしょ。それはストレスかかるに決まってるじゃんって話ですからね。
そうだけどこればっかやってるわけですよね。そうだからいくつもありますよね。評価、決めつけで、決めつけ、自己批判、強要命令、そして反抗してやらない、あるいは恐れから行動するというね、こういったことで、このジャッカルの場合はこれはね、もう皆さん自分事として当てはめてもあるあるだと思いますね。はい。でそれがジャッカル。それに対してじゃあキリンの場合はどうか。キリンの場合はですね、この前段階としてこのジャッカルの場合にはないステージがね、一番最初にあるんですよ。でそれは何かというと、心に敵を作らないことを思い出して気持ちを落ち着かせるっていうね。まずは気持ちを落ち着かせるんですよ。じゃないとすぐジャッカルになっちゃうんでね。もうこっちを散々やってるんで、こっちが出ちゃうんで、もう自動反射的に。だからまずは心に敵を作らないということを思い出して、キリンを思い出して気持ちを落ち着かせるということなんですね。だからゆっくり深呼吸をするとかね、そういったことも書かれていたんですけれども、それもいいですよね。それも大事だと思います。はい。で、そういった形で気持ちを落ち着かせるということを最初にやる。で、その上で、ここから4つの実践が始まるんですよ。だからこれは非暴力コミュニケーションのね、前の動画で見たところの4つの実践ね。つまり、観察、感情、あとニーズ、それからリクエストっていうね、この4つなんですよ。で、それはここに当てはめて言うと、例えばどんな感じになるかっていうと、まずは床におもちゃが4つとパンツが3枚落ちているねっていうふうに伝える。これ何やってるかっていうと、観察したことを伝えてるってことね。だからこれが観察の言葉なんですよ。で、その次にね、宝探しをするんですよ。で、これはね、自己共感をするっていうことをまずやります。で、これは自分が今どんな感情かということ、例えばイライラするし悲しいというね、こういう感情が自分の中にあるなっていうことをまず認識して、じゃあなんでその感情があるのかっていう、その感情の大元にあるニーズね、これを今度は探るわけ。で、それは例えば整理整頓が自分は大切だと思っているなとか、あるいは協力してほしいとか理解してほしいっていうニーズがあるなっていうね、このニーズをちゃんと理解するっていうことなんですよ。だからこの感情とニーズをちゃんと自分で認識した上で、相手には例えばこういうことを伝えるんですね。それを見るとママはイライラするし悲しいなとか、あるいはママには整理整頓や協力が大切だからとかね、言って、そしてママが言っていることを理解してほしいんだっていうことを伝えるということなんですよ。で、この感情とニーズを伝えたら、その後にリクエストね、リクエスト。つまり、例えば、ママの話を聞いてどう思うか教えてくれるっていうふうにリクエストするってことね。こういうことをやりとりでやるわけですよ。で、そうするとですね、子供の方はね、私も実はねっていうふうに自分の感情やニーズにつながり、正直に伝えてくれるということなんですよ。で、これはね、一回でうまくいくかどうかっていうことはね、これはなかなか難しいかもしれないんですよ。さっきも言いましたけどね。そう、だから、この結果に執着しないっていうことね、自分の期待通りにいかなかったとしても、そこにこだわらずに淡々とこれを実践するっていうことなんですね。なので、こういったキリン語で話すっていうコミュニケーションを取っていくと、どういう関係ができるかっていうと、お互いの感情とニーズを理解して助け合える豊かな関係ね、これが作られていくっていうことなんですよ。そう、だからもう、全然違いますよね。一方はストレスのあるね、もう支配者と奴隷みたいなね、いう風な関係になっちゃうし、でもこっちは素晴らしいですね。お互いの感情とニーズをちゃんと理解し合える。そして助け合えるという豊かな関係ね。これは本当にいいなと思いますね。はい。なので、さっきのホワイトボードとね、今回のこの事例でね、2つの事例を見てきたけど、ここで大事なことはね、コミュニケーションっていうのは、人間関係をストレスフルにするか、ストレスフリーにするかを決定づけている一番大切なものであるということね。だからね、このストレスはね、病気に直結してるんでね、いろんな病気、もう精神的なものもそうだし、肉体的なね、ものもそうだし、人間関係もね、こんなことやってたら病気になっちゃうんでね、そう、その大元にはやっぱりストレスが一個ね、大きく絡んでますからね。そう、だからストレスフルにするのか、あるいはストレスフリーにするのかっていうね、それを決定づけている一番大切なものということで、これはそうだと思いますね。めちゃくちゃ大事だと思います。はい。なので、やっぱり言葉っていうものがね、今回クローズアップされてるけど、言葉って傷つける鋭いナイフにもなれば、傷を癒す最高の薬にもなるということなんですね。でもしかしながら私たちはこれまで家庭や学校でジャッカル語しか学んでこなかったんですよ。
ね。そしてキリン語は学んでこなかったんですけれども、このキリン語を学んでこなかったのは本当に不思議であるというふうに、このね、ココさんが言われてるんですよ。そう。で、これは本当に僕も思いましたね。めちゃくちゃ不思議ですよね。なんでこっちのキリン語を教えてこなかったんですかね。親も学校の先生も、なんでこっちを教えてこなかったのか、そして私たちは学んでこなかったのかっていうね。もう不思議でしょうがないですね。これを知った後だとね。そう、だからこれもよくわかるなと思いますね。はい。で、今回ですね、これ基礎編のまだお話続いてるんだけれども、ここがね、最後のトピックになるんだけど、今回のこのココさんのテキストでは、親子関係で非暴力コミュニケーションを実践しましょうっていうことが主題なので、最後にですね、親の役割とはということでね、これお話ししたいと思います。これめちゃくちゃ大事なことが書かれてたんで。で、親の役割って何かっていうと、これはね、いいとか悪いの判断や罰を与えることではないということですね。親の役割はそんなことではないです。じゃあ親の役割は何かっていうと、こっちです。一人一人の子供がお互いを尊重し合い、平和の道を歩むサポートをすることね。これなんです。これが親の役割なんです。まあ大事なのでもう一回言いますよ。一人一人の子供がお互いを尊重し合い、平和の道を歩むサポートをするね。これが親の役割なんですよ。で、このね、親の役割を実践するためのキリン語、非暴力コミュニケーションということになるんですけれども、ここでのポイントはね、子供よりもまずは自分だということ。だからこれね、子育ての悩みを解消したいのであれば、まずは親である自分の内側を見つめることが先決だということなんですね。だから子供どうのこうのっていうことの前に、まずは自分なんですよ。自分の中がジャッカルでいっぱいになってないかなっていうことをチェックすることですよね。そう。で、そしてキリンの方にちゃんと持っていくね。だからこれは自己共感ということになるんですけれども、自己共感がめっちゃ大事ですからね。そう。だからまずはそういった形で自分の内側をもう見つめること、見つめ直すことが先決なんですよ。で、さらにですね、これもね、大事だと思ったんだけど、子供っていうのは育てるものですかというようなことを言ってまして、これ言葉としてね、そういうふうに言うからあれなんだけど、日本語ではね、子育てっていうふうに言いますよね。で、子育てっていうと、子供を育てるっていうふうに書くから、子供を育てるっていうふうに、僕らはイメージしますよね。で、そういうものだと思いますよね。で、これはね、子供にフォーカスしてるような言い方なんですよ。で、ところがですね、これ英語では何て言うかというと、ペアレンティングって言うんですね。ペアレントって親ですよね。ペアレンティング。つまり、親としてのあり方を問うているのが子供を育てるっていう行為だっていうことね。こういうふうに言ってるんですよ。だからこっちでは子供じゃなくて親にフォーカスしてるんですよ。だからこの英語のペアレンティングでいくと、子供に親の方が育てられているということになるんですよ。だからこれ正反対なんですね。親が子供を育てるっていう、育てているっていうことじゃないんですよ。だからね、子供を育てているっていうことになると、誰のおかげで飯を食わしてもらってるんだっていうようなジャッカルになりますよね。こっちだとね、なりかねないんですよ、こっちだと。ね。自分が子供から育ててもらってるなんてもう思いもよらないでしょうね。こうなってくるとね。そう、だからそうじゃなくて、子供に自分の方が育てられているんだっていうね、この気持ちがちょっとでもあるかというね、ここですよね。そう。だからこっちがキリン語の方に対応するわけですね。そう。だからここも大事だなと思いますね。子供は育てるもの、いやいや、親の方が、あるいは大人の方が子供によって育てられるというね、これを見逃してはいけないと思いますね。で、さらにね、ここで押さえておきたいことは、いつもいい親、すべてを知っている偉そうな親を演じていると、義務感や役割に縛られて窮屈で疲れてしまうということなんですね。だからやっぱりジャッカルやってる人はこういったこともあると思うんで、ますます疲れちゃうんですね。そうでなくてもストレスがありますからね。だけど最もこれも無駄なストレスなんですけれどね、キリン語から言わせればね、キリンから言わせれば、もう無駄なストレスなんだけど、そういったストレスを抱えまくって疲れてるわけですね。なのでここで大事なことは、完璧な人や親はいないし、もっともらしい道徳やモラルや正解はいらないということなんですよ。もう全くいらない。いらないんです。完璧な人とか親いませんよね。僕も一人として見たことないですよ。完璧な人間とか親なんて。もう一人もいない。いないんです。
いないということと、もう一個は、もっともらしい道徳とかモラルとか正解ね。こんなものもいらないんです。もういらない。もう手放しましょう。もし持っていたら手放しましょう。そうじゃないから。それっていうのは基本的にはジャッカルをやるために自分を正当化するために使われる、せいぜい使われるぐらいですからね。そんな道具になるぐらいのものなんで、全くいらないね。キリンはこんなものいらないです。全くいらない。ということで、この親の役割ね、ここも皆さんね、理解してほしいなと思います。はい。ということで、ここまでね、ちょっと長かったんですけれども、基礎編ということでね、まずはこのジャッカル語とキリン語ですね、これをですね、理解してほしいと思います。で、次からはですね、僕の注目したポイントですね、このお話に入りたいと思います。はい。ということでね、ここからはですね、僕が注目したポイントですね、このお話をしたいと思います。で、今回は注目ポイントが全部で7点あります。で、これをね、順番にお話ししていくんですけれども、まず1点目はこちらになります。感情に寄り添うことということで、これはね、NVC のね、基本的にはここではキリン語って言ってますけれども、キリン語の重要な要素としてね、4つの要素がありましたよね。つまり観察で感情、そしてニーズでリクエストね。で、この4つをちゃんと認識して理解して伝え合いましょうみたいなね、そういった話をしてますけれども、僕この4つの中で感情が一番大事だと思うんですよ。なのでね、ここのお話をね、ちょっとがっつりしたいと思います。で、ここで言ってる感情に寄り添うことね。これがめちゃくちゃ大事なんだけど、そもそもじゃあ感情っていうのは何かっていうと、ここで言ってる感情っていうのは気持ちとか感じていることなんですね。これを感情と言います。で、ここでね、キリン語のコミュニケーション、非暴力コミュニケーションを取る上で、まず何をやるかっていうと、こういったことを言うんですよ。今どんな気持ちっていうね。で、この言葉は魔法の言葉というふうに言われています。で、このね、やっぱり今どんな気持ち、これめちゃくちゃ大事なんですね。で、この言葉を言った時に相手が悲しいんだとかね、ムカつくんだとかね、ムカつくとかね、そういった何かしらの気持ちを伝えてくれるわけですよね。そう。だからまず今どんな気持ちって聞くことね。で、これも見せかけのキリン語じゃダメですよ。相手を責めるっていう気持ちがね、やっぱりないかどうかが大事なんだけど、今どんな気持ちなんだみたいなね。もうあたかも問い詰めるみたいな感じ。もうお前今どんな気持ちなんだよみたいなね。こんな言い方でダメですよ。もう絶対ダメね。これ絶対ジャッカルですからね。そう。だからそれって相手を責めようとしてるでしょ。相手を責める気持ちがみじんもないかっていうね。そういったことは自分自身の中で確認してほしいんだけど、そうじゃないっていうことね。穏やかで優しい気持ちで理解したいっていう、ただただ理解したいという気持ちでね、今どんな気持ちなのっていうふうに聞くことですね。これね。で、その次に、ここでね、悲しいとかムカつくとか何かしらのね、感情を伝えてくれるので、で、その後、そこに寄り添うってことね。寄り添う。だから例えば、そうか、悲しいんだねとか、あるいは、そうか、ムカついているんだねっていうふうに寄り添うことなんですね。これなんです。で、もしね、そこで悲しいとかムカつくとか、何らかのね、返答、これが何もない場合は、返答が何もない場合は、気持ちを推測して言葉にして優しく投げかけるっていうことをやるわけですね。だから例えば、悲しいのとか、ムカついているのっていうふうに、これはね、気持ちを推測してだから推測でいいんです。これはもう推測で構わないんですね。構わないので、こうなのとか、あるいはこうなのみたいな感じでね、気持ちを推し量って優しく投げかけるってことね。悲しいのとか、ムカついているのっていうふうにね、こういったことね。で、ここで大事なことはね、あなたがどんな気持ちなのか知りたいんだよっていう好奇心と誠実な態度ですね。これが大事になるわけですよ。で、むしろこれだけで十分だというふうに言ってます。もうこれだけで十分なんですよ。あなたがどんな気持ちなのか知りたいんだよっていう好奇心と誠実な態度ね。なのでそういった形で今どんな気持ちっていう言葉をきっかけとして感情に寄り添っていくということなんですよ。なのでここで大事なのはね、感情を大切にすることはその人自身を大切にすることだということなんですね。で、ここでね、やっぱりね、注意しておきたいのは、ほとんどの人はですね、感情教育というものを受けてきていないってことなんですよ。感情教育。で、これはどういうことかっていうと、感情教育っていうのは
様々な感情を存分に表現する方法を体験とともに学ぶ教育ということで、こういった教育を私たちって受けてきてないですよね。なので、感情を表現する言葉も乏しいということが言われてるんですよ。だからこれ例えば、どんな気持ちっていうふうに聞いたとしても、相手もね、まあ普通とか別にっていうことになるわけね。つまり、感情を表現する言葉があまりにも乏しすぎて、まあ普通ですみたいなね。普通とか、あるいは別にみたいなね。もう別にしか言わないみたいなね。そんなことになったりするわけですよ。だから私たちはですね、感情を表現することをね、教えられてきてないわけですよ。で、これ逆にね、じゃあ何を教えられてきたのかというと、それは正しい考え方や行為なんですよ。こっちなんです。正しい考え方はこうだ、正しい行為はこうだっていうことを散々に教えられてきたんですね。そして感情を表現することはないがしろにしてきたんですよ。だから、あなたがどう感じようと、親や先生の言うことには従いなさいという教育ね。こういった教育をずっとやられてきたわけね。だからこれは言い換えると、自分の気持ちよりも周りと調和することが美徳とされる文化ね。こういった文化づけになってるわけね、我々はね。もうそういった文化の中で教育されてきたということ。だからそうなるとどうなるかっていうと、人にどう思われるかとか、人目を気にして表面的な会話だけにとどまるということなんですね。だから例えば、空気を読みなさいとかね、周りに溶け込みなさいとかね、あるいはこれ男の子の場合であれば、悲しくても泣かないようにとかね、こういったことを言われたり、あるいは女の子であれば、可愛くて笑っているようにっていうね、これだからどっちもね、男の子はこうあるべきだ、女の子はこうあるべきだというね、大人の身勝手な規範があるわけですよ。で、これを散々に教え込まれるわけね。こういったことね。そう。なので、こういった形でね、感情を度外視して自分を置き去りにして生きていくということになるわけですよ。だから僕らはみんなほとんど感情を置き去りにして生きてきたんですね。だから苦しくてしょうがないんですよ。生きづらくてしょうがないんですよ。こういうことなんです。ね。これも大事な話ですね。はい。で、ここでね、さらに大事なことはね、どんな感情も受け入れようということなんですよ。で、つまりどういうことかというと、感じてはいけない感情はないっていうことなんですね。どんな感情も感じていいんですよ。で、ところがですね、ネガティブな感情ね、負の感情っていうのは私たちはですね、非常に受け入れにくいんですね。だからこれはどんなものがあるかというと、例えば、そんな風に思ってはいけないという抵抗であったり、あるいは、こんなことを感じたら嫌われるんじゃないかという不安であったりとか、あるいは、親としてどうかという評価を気にするとかね。こういった抵抗とか不安とか評価を気にするっていうことがあるから、ネガティブな負の感情っていうのが受け入れにくいんですね。なのでそこで何やるかっていうと、正直な感情に蓋をしたり、なかったことにしたりするんですよ。で、そうすると感情っていうのは自分の中にたまりにたまって爆発して傷つける、あるいは心身の病気になるということなんですね。だから感情っていうものがどっかに行ったんじゃなくて、見て見ぬふりをしてただ蓋をしてるだけなので、中でめちゃくちゃ溜まってるわけね。溜まっててそれがいつか爆発して誰かを傷つけたり、あるいは自分自身が心身の病気になっちゃうとかね。こういうことがあるんですよね。そう。だからこれはよくわかる。結局感情に蓋をするっていうのはストレス、それだけストレスを溜めるっていうことでもあるからね。そう。だからそれはいつか爆発する、もしくは心身の病気になってしまうということでね。これもあると思いますね。はい。なので、ここでね、今見た負の感情っていうのはね、ネガティブな感情っていうのは、これは悪者扱いするものではありません。悪者扱いするものではなくて、満たされていないニーズがあることを教えてくれるサインなんですね。こういうことね。だからそれ言い換えると、感情の大元にある一人一人の大切な価値観や満たしたいこと、あるいは大切にしたいことを教えてくれるギフトだということなんですよ。ギフトね。そう。だからこれはね、結構ね、病気に近いですね。病気も悪者扱いするというよりも、病気っていうのはどこかに不具合があるよっていうことを教えてくれてるサインですからね。そう。それと非常に対応すると思ったんだけど、この表現いいですよね。ギフトね。ギフトなんですよ。これはね、宝探しっていうところともつながってくると思うんだけど、それはギフトなんですね。悪者扱いするものでも何でもないんですよね。ここですね。
で、さらにね、ここでですね、やっぱり気をつけておきたいことはこれなんですよ。ポジティブなエネルギーで元気づけて、ネガティブな気持ちからなるべく早く抜け出すことがいいことっていうふうに思ってる方いらっしゃいません？結構いますよね。でもそうじゃないんですよ。それをやってはいけないんです。だからこれ例えばね、気にしないで大丈夫だよっていう形でなだめたり、あるいは泣かないでおやつでも食べようよっていうふうにして気をそらしたりね。あるいは今度からはもっと頑張ろうっていうふうに励ますとかね。だからこれさっき出てきましたね。アドバイスとか励ますっていうね。これは注意した方がいいっていうことが出てきたんですけれども、ここにつながってるんですよね。そう。だからネガティブな感情じゃなくてポジティブな感情になった方がいいよっていうことで、こういったことを言うのは、これは違うんですよ。そうではなくて、ここでやることは、相手の内面で起こっていることに寄り添うことね。それが感情に寄り添うことなんですよ。だからこれ例えば、そうか、それは悲しいねとか、あるいはすごく残念だねとか、あるいは仲直りできるか心配だねとかね。こういった形で相手の内面で起こっていることに寄り添うっていうことなんですよ。で、こういうふうなやり取りをしていると、せかされることはないですよね。せかされることなく、しっかりと聞いてもらうっていうことができるわけね。なので相手はありのままの自分を受け止めてもらえたというふうに思って安心できるんですね。安心できるんですよ。なのでここで大事なことは、今見てきているこのネガティブ、負な感情ね。この負の感情こそ優しく抱きしめてあげようっていうことなんですよ。だからこれね、負の感情の話を今しているので、こっちに寄り添っていたら、ネガティブな思考になっちゃうんじゃないのっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、これ、ネガティブな思考にはならないんですよ。ならないです、これ。で、それはなんでかっていうと、ニーズを理解するっていう、感情を理解するっていうのはニーズを理解するっていうことにもつながっているんで、ニーズを理解すると、負の感情こそ自分が何を欲しているかを教えてくれる大事な感情だと理解できるからなんですね。理解できるからネガティブな思考にはならないんですよ。だから、ポジティブな感情の場合はね、ニーズが満たされているっていうことだっていうふうなことを理解できるし、ネガティブな感情の場合は逆にニーズが満たされていないっていうふうに理解できるんですね。こういうことなんですよ。で、今ね、感情のお話をしてきてますけれども、ここで大事なことは、すべての感情の責任は自分であるということなんです。つまりすべての自分の感情ね、自分の感情はすべて自分の責任だということなんですね。なので、誰かのせいにすることがなくなってくるんですね。こういうこと。だから、キリン語の非暴力コミュニケーションの方の人たちの意識はこれなんですよ。すべての感情の責任は自分だということが分かってるんですね。だから人のせいにするっていうジャッカルじゃなくなっていくんですよ。こういうこと。で、ここでもう一つ大事なことは、ニーズを探す癖をつけようということですね。だから、ポジティブな感情にしろ、ネガティブな感情にしろ、その奥には満たされているニーズもしくは満たされていないニーズがあるっていうことね。だからそれを探す。だからこれが宝探しね。宝探しをする癖をつけましょうっていうことなんですよ。リアルな宝探しって、基本的にはね、誰に言われるまでもなく宝だったら探すでしょ。だから、これ本当に宝探しだなっていうことが、腑に落ちて理解した人は、そういった人は、もう癖づけるまでもなく、意識化するまでもなく、多分自動的に宝探しをやるので、癖づいていくと思うんですよね。そう。で、これはね、だから大事だと思いましたね。ニーズを探す癖をつけようということですね。で、ここでのポイントはですね、子供も大人も誰でも何かしらのニーズを満たそうとして一瞬一瞬を生きているということなんですね。なのでこれっていうのは老若男女、国籍、主義主張を問わず普遍的に全ての人がその時その時のニーズを持っているということなんですよ。だからこのポイントも大事ですよね。一瞬一瞬誰でもですよ。全ての人がそれぞれのニーズを満たそうとして一瞬一瞬生きているわけですね。だからこの理解でいくとどの人間もそれぞれに宝があるわけですよ。で、大事にしたいものがあって、でそれを探しに行くという姿勢ですよね。そう、もちろん自分にもあるんですよ。だから自分への、この宝探しが自己共感ということになって自分の中の感情とかニーズとつながるということが大事になってくるんだけれども、それと同じことを相手にもやるということですね。これがキリン語でコミュニケーションする非暴力コミュニケーションということになるんですね。だからこれね、今回感情に寄り添うということで、これ1点目のね、1つ目のポイントにしたんだけど、これね、今回ね、ちょっと長めに話したんだけど、これやっぱり大事だと思うんですよ。
なんでかというと、僕らって自分の感情もそうだけど、相手の感情も置き去りにするんですよね。大体置き去りにして、で、理屈で戦わせるみたいなね。これ正しさのやり合いですからね。もうずっとこれをやってきて、みんなジャッカルになっちゃってるんで、だからね、そういった意味でも、キリン語の大事な要だと思うんですよ。この感情に寄り添うっていうことがね。なので今回ね、こちらの感情の話はいくつも大事なポイントが出てきたんで、こちらをね、皆さんぜひ理解してほしいと思います。はい。ということでね、2点目のポイントからはですね、またホワイトボードを変えてお話ししていきたいと思います。はい。ということでね、注目ポイントの2つ目。2つ目はこちらになります。同感と共感の違いということで、これからですね、共感の話がね、続くんですけれども、それを抑えるためにもね、まずは同感と共感ってどう違うのっていうところをね、押さえておきたいと思います。で、これはですね、まず同感ね。同感は自分がどう感じるかを表すことね。これが同感なんですよ。だからこれは、例えばね、それ私もわかるとか、そうそうだよねとかね。これは僕も結構使うんですけれども、これ同感なんですよ。で、これって自分にフォーカスしてるんですね。私もわかるっていうふうに自分なんですよ。自分にフォーカスしてる言葉なんですよね。で、これはですね、相手に同意しない限りできないんですね。それが同感なんですよ。で、じゃあ一方共感。共感はどういうものかっていうと、これは相手が感じていることに寄り添うことなんですね。これが共感なんですよ。だから例えば相手が嬉しかったら嬉しいんだねとか、相手が悲しいとか言ったら悲しいんだねっていうふうに相手が感じていることに寄り添うことね。これが共感なんですよ。だからこっちの共感の方では自分じゃなくて相手の中に息づいていることにフォーカスしているわけね。で、こっちは同感と違って同意しなくても相手を受け入れられるっていうことなんですよ。だから自分がそれに同意しようが同意しまいが、そこは関係ないんですよ。どっちでも共感の方はできるんですね。こういった違いがあります。で、ここでのポイントはね、これ同意したいときね、つまり同感ですよね。同感したいときはどうすればいいかというと、その時は分かるとか、私も同じだよっていうことを伝えた上で、その上で、あなたは何が嬉しかったのとか、あなたは何が悲しかったのと共感の態度に戻るということなんですよ。だから僕もね、よくあるんですけれども、それわかるわ、みたいなね。そういったことを言うこと、皆さんも結構ありません？ね、わかるわかるそれ、みたいなね。で、同感は同感でいいんですよ。いいんだけど、その後に、その人の方に今度はフォーカスを向けて、あなたは何が嬉しかったのとか悲しかったのっていうふうに、共感の方に戻るってことね。だからこっちをやることがいけないんじゃなくて、同感がいけないんじゃなくて、同感した後に共感の方に戻ってくる。共感につなげていくということね。こういうふうにしてくださいということで、ここは一つポイントだと思いますね。はい。ということで、これがね、二つ目のポイントになります。で、それから三つ目のポイントいきましょう。三つ目はこちらになります。共感欠乏社会ということで、今ね、共感のお話に入っていますけれども、これね、今の社会状況なんですよ。今の社会状況って共感欠乏社会なんですね。で、これはどういうことかっていうとですね、もう皆さんもね、結構ね、あるあるだと思うんだけど、皆さんね、周りを見渡しても、もう忙しい人でいっぱいなんですね。忙しくて、ゆっくり心を通い合わせている暇がないんですね。暇がないんですよ。だから、時間が取れないとか、あえて時間を取ろうとしないとかね。そういった形で心を通い合わせている暇がない。で、そして家庭内でも本音を話さないとかね。これは今だったらあるあるじゃないですか。家庭内でも本音を話さないし、話せないし、隠し事があったりするわけですよね。そして友達付き合いや職場では仮面をかぶっているとかね。そういったことをやっていたり、あるいは SNS でたくさんのつながりができたけれども、どれも希薄で脆いとかね。こういったこともあるあるだろうし、自分のことで常に忙しいとかね。もうこれもありますよね。もう自分のことだけでも精一杯だみたいなね、こともあるだろうし。で、何かストレスがね、あったとしても、スマホで簡単に気晴らしができるっていうね。こういうのが今の社会状況なんですよね。で、こういったことをやってるので、私たちっていうのは基本的にはつながりが分断されているし、つながる気力もなくなるということになっているし、そして人の話や自分の心にじっくり耳を傾ける集中力も弱っているということなんですよ。なので、たくさんの対立が起きているというような状況になっているわけですよね。
そうで、そして他者は愚か、自分とさえつながれない、そして自然ともつながれないということになってくるということね。で、こういった共感欠乏社会が今の社会状況であるということなんですよ。だからね、今回のこちらのテキストでココさんがですね、こういったことを問うています。あなたがありのままの相手を受け止め共感したのはいつですかって。皆さんいつですか？あなたがありのままの相手を受け止めて共感したの。皆さんいつですか？で、あるいはこういうふうに問うています。ありのままのあなたの気持ちを遮られることなく、じっくり聞いてもらったのはいつですかって、自分自身が。ね、自分のありのままの気持ちをね、遮られることなく、じっくりと聞いてもらったのは皆さんいつですか？とかね、あるいはこういったことも言ってます。自分が自分自身の心の声を聞いたのはいつですかって。ね、皆さん大丈夫ですかこれ。ね、大体の人がもう随分それがなくて久しいみたいなね。そういうことあるあるだと思うんでね。だからこういったことを投げかけられた時にやっぱりハッとして気づいて、こういうような社会状況の中にまんまとはまってるなっていうね。この自覚は必要だと思いますよね。そう。なのでここで大事なことはね、誰もがただ聞いてほしい、理解してほしい、分かってほしいと願っているということなんですよ。もうただこれだけなんですね。誰もが、僕も含めて皆さんも、すべての人が、誰もがただ聞いてほしい、そして理解してほしい、分かってほしいと願っていると、これだけなんですよ。ね、ここは大事ですね。だからここの起点に立ち返って、私たちがこの共感欠乏社会からどういうふうにして脱していったらいいか、変わってね、変えていったらいいか、そして共感できるような社会に変えていったらいいかっていうね、その一番大事な出発点、コア、起点にあるものだと思うんですよね。ここの理解ってね。そう、なのでここは非常に大事なところだと思います。はい。ということでね、今の社会状況のね、現状を踏まえたお話ということで、これが3点目のお話になります。で、次行きましょう。4点目。4点目はこちらになります。ママ大嫌いに共感するということで、これはね、ママ大嫌いっていうのは、これは子供のジャッカル語なんですよ。この子供のジャッカル語に対してどういうふうにお母さんの方が共感するかっていうお話が載っていて、これ大事だなというふうに思ったんでここでねお話ししたいんだけど、例えばね、ママ大嫌いもそうだけど、ママのせいだとかね、あるいはママがやってくれないから〇〇しないもんとかね、こういった言い方、これ全部ジャッカル語なんだけど、こういったジャッカル語に対して親がジャッカルで対応したらダメなんですよ。だけどそれ結構やりがちなんでその話をしたいんだけど、でまずはですね、外向きジャッカル。外向きジャッカルの場合は、失礼ね、謝りなさいっていうふうに言ったり、何言ってるの？自分の責任でしょ？とか言ったり、あるいは、じゃあママだってやってあげないからねとかね、あるいは、お仕置き、もうデザートはなしねとかね。これは全部あるあるじゃないですか。失礼ね、謝りなさいとか、何言ってるの？自分の責任でしょってね。あるいは、じゃあママだってやってあげないからね、みたいなね。脅しですよね。もう脅迫ですけど。ね、お仕置き、もうデザートはなしね、とかね。脅迫です。脅迫ばっか。外向きジャッカル。ね。こういうことになっていたり、あるいは内向きジャッカルだと、子供にそんなことを言われる私は、やっぱりダメな親だわ、とかね。自分に対してもジャッカルなんですよ。ね。もうトゲを、周囲にもトゲをまき散らし、自分もトゲで刺すというね、こういったことをやってるのがジャッカルなんですよ。で、ここで大事なことはですね、やられたらやり返すという報復のやり方では、暴力の連鎖はエスカレートするばかりであるということなんですね。そう、だからこれはね、親子関係に限らないですよ。もうやられたらやり返すなんてことをやってるのが国同士の戦争もそうでしょ。全部そうなんですよ。ね。で、それをやっているのは暴力の連鎖だから、それってエスカレートするばっかりなんですよね。なので、ここで大事なのは、子供にどう思われているかではなくて、子供は何を必要としているかに目を向けるということなんです。わかります？これ。さっき出てきましたよね。宝探しなんですよ。ニーズ、その感情の裏にはどんなニーズがあるのかな。何かイエスっていうのがあるわけですよ。これ全部否定でしょ。だけどこの子供の否定のジャッカル語の裏にはイエスという何かがあるんですよ。それがニーズ。で、それを探す、そこに目を向けるのが宝探しっていうことね。子供は何を必要としているかっていうね。これに目を向けるということ。で、なんでここに目を向けるかというと、子供のジャッカル語は大切なニーズが満たされていないことを教えてくれる悲痛な叫びだからだということなんですね。
そう、だからこの理解は重要ね。さっきの宝探しのね、お話なんだけれども、ここでジャッカルになるんじゃなくて、キリンになりましょうということなんですね。なので、ここで大事なことはね、共感できないときは基本に戻るということなんですよ。つまり共感できないときっていうのは、とてももう許せないと。ね、親がね、もう子供のこういった言動に対して、もうとても許せないし、もう仕返しをしたいと。そして妬ましいとかね、もう早くしてよっていうふうに思ってもイライラしてるとか、あるいはそんな些細なことで悩んでいるのっていうふうに思っていたり、あるいは全くなんでわかんないのとかね、こんなことを思っていたり、こうしたらいいのにっていうね、こういった考え方を持っていたりっていうね、全部これ共感できないっていう時のあり方なんですよ。で、こういった共感できない時は基本に戻るっていうことなんですね。だから共感なんて無理という時は自己共感するっていうことなんですよ。そして立ち現れてきた心の風景を相手に素直に伝えるということなんですね。だからこれ例えばね、あなたに共感したいと思っているけど、それができなくて今すごく残念だっていうふうに思ってると。そして私には今ちょっと時間を空けて落ち着くことが大事みたいっていうことを素直に相手に伝えるということなんですね。そう、だからね、こう僕読んだ時に、これも伝えられてなかったなって思いましたね。自分がその時どういうふうな自己共感をしてね、どういうふうな自分が感情でいるのかとかね、その時に自分が大切にしたいもの、満たされていないものがあって、それが何なのかっていうことも理解して相手に伝えるということができてなかったですね。自分自身ね。そう、それを本当ここ読んで思ったんですよね。で、これね、どうしてもやっぱりその場ではとても共感の方には戻れないと。自己共感もできないっていうことであれば、その場を離れて、一旦離れて自分のニーズを満たすことを優先しましょうということを言ってるんですね。そう、だからこれも大事ですよね。やっぱりどうしてもそうは言っても、もうジャッカルで満たされて、もうとても共感なんて無理だということ。で、しかもその場で自己共感に戻ってからのキリンになるのももう無理だということであれば、もうその場を離れることね。一旦離れましょうということ。これも大事だということで、それぐらいですね、結局はジャッカルでやり合うよりも、ちゃんと共感に戻って、で、共感できない時にはその場を離れるっていうね。これもやっぱり落ち着けるためにも、自分の気持ちを落ち着かせるためにも大事ですよね。ということでね、ママ大嫌いに共感するということでね、相手がジャッカル語で来た時に、自分はジャッカル語で応戦するんじゃなくて、戦い合うんじゃなくて、キリン語で向き合うというね、これをやる。で、それができない時には自己共感に戻る。で、自己共感にも戻れない時にはその場を離れるというね、こういったことをやってくださいということで、これは親子関係のみならず、これは大人の関係でもね、ここは非常に大事なところだと思います。はい。ということでね、これが4点目のお話になります。はい。ということで次はですね、5点目ですね。5点目からお話を続けていきたいと思います。はい。ということでね、次は5点目のポイントですね。5点目はこちらになります。共感するときにやることということで、さっきもね、共感がなかなか難しいという話が出てきましたけれども、共感するときにやることの、これ一応順番にもなってるんですけれども、こういったことに注意しましょうというかね、こういったことをやってくださいっていうことなんだけど、まずはですね、深呼吸してスローダウンするっていうね、これは大事ですよね。なんでかというと、やっぱりジャッカルになってますからね、基本的には。基本的にはジャッカルになっているので、ジャッカルだとね、もうすぐ噛みついていくとかね、そんな感じになってるんで、一旦落ち着こうっていうことですね。一旦落ち着くために深呼吸してスローダウンするということですね。で、それをした上で、自分の内側を点検するということなんですね。で、これは例えば、親のやり方や考え方を押し付けようとしていないかなっていうふうにね、点検する。あるいは、過度な期待を抱いていないかなとか、あるいは何かしてやろうという親の使命感がないかなっていうね。これは親御さん、皆さんあるあるじゃないですか。特にこれ、親のやり方や考え方を押し付けようとしていないかななんてね、大体押し付けようとしてるでしょっていうね。もう本当にこれは多いと思いますよ。あと過度な期待ね、これもね、あると思うね。あと何かしてやろうというね、この親の使命感、これもあるあるだと思いますよね。だからそういったものが自分の内側にないかということを点検してくださいということね。で、それから次に自分の内側を空っぽにするということね。で、これはどういうことかというと、自分の中に息づくジャッカルを脇に置くということね。やっぱり息づいてますからね、ジャッカルがね。このジャッカルを脇に置くということですね。で、その上で相手に好奇心を向けるということね。
ジャッカルで敵をね、もうなんかこの攻撃するんだっていうことじゃなくて、相手に好奇心を向ける。で、これはね、僕の言い方で言うと、初めて出会った人のように接するとかね、その好奇心を向けるっていうのは、そんな感じかなと思いますね。だから子供だともうそういうふうに見れないっていうふうになってると思うんで、だからポイントとしては初めて出会った人のようにっていう感覚だと相手に好奇心を向けやすいと思うんでね、そんな感じでいいんじゃないかなと思うんですけれども、ここではね、こういったことなんですよ。相手の内側では何が起こっているんだろうっていうことに 100% 集中するということね。もうここだけに集中すればいいということなんですね。そう。で、それからですね、これも大事ね。沈黙を惜しまない。そしてせかさないというね。僕らはね、ジャッカルは基本的にはせいてるんでね。もうせかせかしてるんで、せかさないということ。そして沈黙を惜しまないということね。つまり、共感は言葉はもちろんそうなんですけど、言葉と今ここにいるという態度ね。この態度が大事だというお話をしてるんで、これね、前にも出てきましたけれども、今ここにいるという態度ですね。これをキリン語の言葉と一緒にね、大事にしましょうということになるんですね。だから共感するとき、特にこれがやっぱりさっき見たように共感できないっていうときにはね、これをやった方がいいと思いますね。そう、これをやった方がいいと思うし、そうはなってなくても、事前にね、こういったことをちゃんと意識化してやれるようになっていれば、これが癖づいていきますからね。そう、なのでね、この共感するときにやること、ここも押さえてほしいと思います。で、これがね、5点目のお話になります。で、次行きましょう。6点目ね。6点目は、お仕置きとご褒美はジャッカルということで、ジャッカルのお話はね、次の7点目もそうなんだけど、このお仕置きとご褒美っていうのはジャッカルなんですよ。で、これはどういうことかっていうと、例えば、早く寝ないとお化けが来るよとかね、あるいは、お風呂に入らないとお菓子は買わないよとかね、あるいは、ご飯を全部食べられたらデザートねとか、あるいは、幼稚園に行ったら帰りにアイスを買ってあげようねとかね。これって、何やってるかというと、〇〇しなかったら〇〇してあげない。そして〇〇したら〇〇してあげるっていうね、この論法なんですよ。で、これって罰やご褒美を使って子供の行動を変えさせようとしているわけですね。だからこれはジャッカルなんですよ。で、ここからね、ジャッカルからじゃあキリン語へということでね、じゃあキリン語に変えるためにはどうしたらいいかっていうと、感情とニーズを含んで伝えることなんですね。だからさっき見たね、1番目の事例で言うと、早く寝ないとお化けが来るよっていうことを言うと、今言ったように、早く寝るっていう動機が、お化けが怖いからってことになっちゃうんですよ。だから、これはジャッカルではこういうことになっちゃうんだけど、キリン語にした時にはどうなるかっていうと、しっかり寝ないと明日元気に過ごせないかもしれないから、ママは心配なんだ。あなたが健康でいることが大事だからっていうふうに伝えることができたり、あるいは、ママは一人でゆっくりする時間が欲しいから、あなたが寝ないとイライラしちゃうんだっていうふうに自分のニーズと感情を伝えるということなんですよね。そう、だから全然違いますよね。早く寝ないとお化けが来るよなんて言ったらね、これまたお化けなんかいないもんとかね、そんな抵抗に合うだろうし、もういいから寝なさいみたいなことに最終的になって結局は強要命令でしょ。これで終わると思うんですよ。そう。だからジャッカルはどこまで行ってもジャッカルなんですよ。だからこれ決して途中でジャッカルがキリンになることはないわけですよ。だからこのキリン語でコミュニケーションを取っていくことが大事なんだけど、こういったキリン語のコミュニケーションを取っていくと、親子で誠実な人間の関わり方を学んでいくことができるわけですね。つまり、親が自分自身のことを大切にすることで、子供も自分自身を大切にすることを学んでいくということなんですよ。だからこの今言ったキリン語って、親が自分自身のことを大切にしているよっていうことを伝えているわけですね。こういうことね。で、それを伝えれば子供も自分自身を大切にするということを学んでいくわけですね。なので、親のニーズを優先しましょうっていうことが言われているわけですね。で、これはね、何も、自分自身の感情につながってね、そのニーズを伝えたからといって、子供のニーズを無視したり、子供のニーズを自分のニーズよりも下に置くということではないですからね。ここはね、注意した方がいいと思います。そうじゃなくて、自分の感情とニーズを優先して、そしてそれを伝えたら、ちゃんと子供の感情とニーズね、ここにもつながることですね。ここを理解していくっていうね、これ両方大事ですからね。そう、だからその態度を忘れてしまうとジャッカルになっちゃいますからね。ここも大事だと思います。でね、さらにこういったことも言われてるんですよ。
ニーズが分かると感情の責任を自分で取れるということなんですね。なので相手に強要したり命令したりすることがなくなっていくわけですね。つまり生き方が潔くなってくるんですね。だからこれはね、親もそうなんだけれども、基本的には生き方が潔いっていう反対は、生き方がずる賢いわけですね。ずるいわけですよ。そういったずるい生き方から親が変わっていくわけですよ。潔い生き方になってくるわけね。それがジャッカルからキリンへというような変化なんですよ。そう、なのでここは大事ですよね。だって早く寝ないとお化けが来るよなんていうところは最終的にはね、強要とか命令になってますからね。結局早く寝なさいで終わるでしょ。そう、結局は命令して強制するだけなんですよね。そう。で、それはずるい生き方だということね。そう。で、キリン語は潔い生き方だということでね。やっぱ潔いっていうのはいいですね。これはいいと思います。いい表現でもあるし、これはしっくりきますね。はい。で、これがね、6点目のポイントね。で、7点目のポイント、これもジャッカルの話なんだけど、こっちはね、なかなかね、これやってる人が多いんで、ぜひね、最後にこのポイントも聞いてほしいんだけど、ごめんねは、ありがとうはジャッカルということで、これ例えばね、まずごめんねはの方からなんだけど、例えば子供たちが喧嘩した時ね、で、その時に、大人とか親がね、入るっていうことになるっていうことがね、あると思うんだけど、誰が悪いかとか、犯人を作り上げて、謝りなさいとか、ごめんねはとか、ごめんなさいって言いなさいと謝罪を強要するっていうね。これあるあるでしょ。ね、あるあるだと思いますよ。で、子供にね、ごめんね、いいよと言わせて握手させて終わりっていうね、こういうふうに幕引きを図るパターン結構あると思うんですよ。で、これはね、僕がね、僕保育園に通ってたんだけど、保育園の時に園内で僕トラブったんでしょうね。で、僕は泣いてたかなんかだったかな。で、その時に保育士の人が入って、仲裁に入って、これやるわけですよね。ごめんねって言って、ちゃんとごめんねって言いなさいって、リズムを取るわけですよ。ごめんねって言ったら僕の方は、はいねって言うわけですよ。ごめんねとはいねっていうやり取りをして、で、ちゃんと握手するみたいなね。この握手させて終わりみたいなね。はい、終わりみたいな感じで。これをやってましたね。まんま。だからこれはどうなんですかね。今の人もやってるんですかね。これね。で、これは謝罪を強要してるわけですね。こういうことなんですよ。だから今の事例でもそうだけど、相手がどんな感情なのかなと。で、その感情に紐づいているニーズがどうなのかなっていうことは、子供同士でも全くわからないまま、なんか知らないけど、ごめんねと、はいねで、仲直りで握手で終わるみたいなね。全然実態がよくわからないままに、多分大人も分かってないわけですよ。つまり聞かないから。事情を自分も知らないから、結局それでトラブルを収めるみたいなね。なかったことにするみたいな感じで収めようとするわけですよね。そう、だからこれはね、今も続いているんですかね、こういったことはね。そう、ここはね、一つね、僕はポイントだと思います。これはジャッカルってことね。で、もう一個、ありがとうはの方ね。これは子供が何かもらった時ね。子供が何かもらった時に、例えばこれ親御さんね、お母さんとかがね、ありがとうはっていうね、お礼を強要するんですよ。お礼も強要なんですね、これね。ありがとうはって、ありがとうって言いなさいみたいなね。これ、あるあるでしょ。僕も何回も言われたことありますもん、これ。ね、ありがとうはって言わなきゃダメでしょみたいなね。そう。で、ここで大事なことはね、子供がどう感じているのか、どんな気持ちでその行動を起こしたのかも、これだったらわからないんですよ。わからないし、子供の気持ちが大切にされていないということなんですね。だから、こういったごめんねはとかありがとうはって言いなさいみたいな形で、謝罪とかお礼を強要しているようなことをずっとやっていくとどうなるかというと、自分の中の様々な感情に気づくことなく、正しいという価値観を上塗りして育つことになるだけだということなんですね。だから、僕がここで思ったのはね、つまり、正しさでありがとうとかごめんなさいを言うべきだと捉えてしまうということなんですね。つまり、こういった時にはありがとうって言うべきだ。で、こういった時はごめんなさいって謝るべきだっていう正しさね。この正しさのべき論で、べきでやることがコミュニケーションを取ることだというふうに思ってしまうんですね。捉えてしまうんですよ。そして大人になっていくというね。これだと思うんですよね。そう。だから決して自分の中にある感情も、相手の中にある感情もニーズも全くわからないままコミュニケーションをするということになるんですね。こういうことなんですよ。で、そうなってくると、過度に調和を重んじたり、人目を気にしたり、
他人の顔色を伺う人に育ってしまうということなんですね。そう、だからこれはね、もう本当その通りだと思います。もうその通りに人が育ってますね。もう完全に育ってると思いますよ。もう過度に調和、だから調和を超えてますね。だから過度だからもう不調和になってますけども、過度に調和を重んじるということで、空気読めとかね、周りの目を気にするとかね、そして自分の思った通りに行動できないとかね、なんか言いづらい雰囲気とか空気とかね、そんなこともあるし、人目を気にする、世間的な価値観を気にするもあるけどね、他人の顔色を伺うというね、こういう人に育っちゃうんですよ。そう、だから僕がそういう人と話すとやっぱり苦しいですね。なんでかというと自分がないので、自分自身がないので、他人の顔色だから、こちらの顔色次第で、この人って発言変えるのかなみたいに思っちゃいますからね。そう、だからそうなると難しいなってコミュニケーションがね、キリンのコミュニケーションができなくなっちゃいますからね。そう、だからこれは結構難しいですよね。そう、だから完全にこういった形で強要されて、ハラスメントの加害者と被害者っていうことで言えば、皆さん被害者として作り上げられていくので、僕なんかしんどくなっちゃいますね。被害者としてこっちのね、あたかもこっちが加害者で顔色を伺うみたいなことをやられると結構しんどいんですよね。はい。ということでね、ごめんねはありがとうはってね、これ未だに多分言ってると思うんでね、ちゃんと言いなさいみたいなね、親がね、子供に対して。やらなくていいからそんなのね、わかるから。言わなくても、言葉で言わなくても、こちらはもうその子供の表情とか見れば、もうわかるから。ね。ありがとうとかごめんなさいって、これもちょっと放課後ゼミの方でね、後でお話ししますけれども、子供って言葉じゃないんです。子供の挨拶は言葉じゃなくて態度だから。で、態度って表情とか振る舞いでしょ。見ればわかるから。それは。見ればわかるんですよ。そう。で、大人がね、そのことを多分忘れてると思うんで、それに気づく必要があると思うんですよね。はい。ということでね、ごめんねはありがとうは、これもジャッカルということでね、このポイントも押さえてほしいと思います。はい。ということでね、今回はこちらのね、本ですね、ココさん、丹羽純子さんの親と子供が心でつながるキリン語の子育て NVC 非暴力コミュニケーションワークブックというね、こちらの本の、基礎的なね、お話と、それから僕が注目したポイントね、そこをセレクトしてお話ししたんですけれども、これはね、本当にいいですよ。これ、親子関係、もちろん親御さんは、これは、もう必読だと思います。めちゃくちゃおすすめ。しかも分かりやすいです。で、後のね、放課後ゼミの方で、詳しくね、お話ししますけれども、ワークもたくさん載ってるんですよ。だからこれ、書き込みながらね、進めるっていう本でもあるんで、もう自分ごとの経験でね、もう本当に思い当たるね、ことっていうのは、もう本当に経験がたくさん皆さんあると思うんで、そういったものをワークとしてね、これやりながら進めていって実践できるというね、そういったね、本になってますんで、なので皆さんこれはね、書き込みがやっぱり必要になるんで、そういった意味でもできるだけこれは本を買って自分なりにワークに書き込んでいってね、そういった形で読んで実践していただきたいと思います。ということで今回はこの本を読んで僕が感じたこと考えたことですね。これを次の放課後ゼミの方でお話ししたいと思いますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。ということで今回は以上になります。じゃあまたね。